おはようございます。たかしです。本日は3月21日木曜日、ただいま9時31分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードでの考え方を基本から学びたい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も強めに上昇してきて、この直近の高値を結んだ黄色いラインを上抜けてきました。そうすると次のターゲットが以前から言ってます195円付近。ここには 194.716 というラインがありますが、このあたりまで上昇してくる可能性を考えておきたいです。ですので、このまま上昇していけば195円ぐらいを目指していくとは思いますが、本日は朝から下落方向に動いております。今までずっと連続での陽線でしたので、やはり一度どこかで調整の下落はしてきてほしいところ。ですので、今回の下落っていうのは調整の下落。そしてここから押しをつけて再び195円まで上昇みたいなそんなイメージを持っております。現在冷やしストキャスティクスは高値圏にありますね。過去のこの高値圏からの下落っていうのを見ると比較的大きめの下落をしておりますので、今回も比較的大きく下落をしてくるかもしれません。その場合は191円とかそのあたりまで下落してくるかもしれませんので、まず押し目買いを考えるのであれば一旦下落が下げ止まるのを待つのがいいですね。逆に現在ですと大きめの下落の可能性がありますので、買い足で下落トレンドを作るのであればその下落の流れに乗っていってもいいと思いますが、基本的には今ずっと連続陽線でようやく陰線が出てきたところですので、下落してもすぐに買われやすい地合いではあるので、下落を狙う場合は注意が必要です。では4時間足です。4時間足、昨日も強めの上昇をしてきました。ただここのところ上昇の仕方が急激でしたよね。ですのである程度のこの調整の下落はしてもおかしくないです。そして理想的なポイントとしてはこの GMMA の青帯付近までじりじりと下げてくるというそういう動き方なんですが、今日結構大きめの陰線が出てきておりますので、もしかすると比較的大きめの下落になってくるかもしれませんね。そもそも GMMA との乖離がかなりありますので、ここまで下落するとなると191円台ぐらいまで下がっていくので、現在地から1円以上下落してくることになるので、その辺の下落の流れを見ておいてもいいんですが、今ストキャスティクスは高値圏でデッドクロスしてきておりますけれども、マクディがまだ比較的強いんですね。日足のマクディも強かったので、浅めの押しから上昇していくっていうことも十分考えられますので、テクニカル的に見るとこの GMMA の青帯付近まで下落してもおかしくないんですが、今の現状のこの上昇、強い上昇を見ていると、本日そこまで下落するっていうのもなかなか考えにくいので、浅めの押しからの短い押し目買いっていうのと、あとは昨日の高値までもう一度上昇してきた時に買い足でここでダブルトップをつけるのであれば、そこからの下落の流れで4時間足の GMMA ぐらいまでみたいな考え方をしておくといいと思います。どちらにしても日足は連続陽線で強い上昇の途中ですので、本日は下落から始まっておりますが、基本的には今は今回の強い上昇に対する調整中ですので、どんどん下落するとは思わない方がいいと思います。では1時間足です。1時間足を見ていると GMMA の青帯の上で綺麗に上昇トレンドを作っているのがわかりますね。昨日もそんな話をしていたかと思いますが、GMMA の青帯でサポートされての上昇になってきてますので、本日今下落してきてますが、基本は GMMA の青帯付近までここから再上昇していく可能性を考えておきたい。もちろんここトレンドラインを引いてますし、そのトレンドラインぐらいまで下落してくる可能性があります。そうすると191円前半ぐらいまで下がってくる可能性は十分にあるんですが、やはりまずは基本的な考えとしては1時間足の上昇トレンドに乗っていく。今まで GMMA でサポートされて上昇してきておりますので、本日の下落はその GMMA までの調整の下落、そしてここから再び上昇していくだろうという考え方。そして先ほど4時間足で言ったように直近の高値、昨日高値でのダブルトップみたいな動きをしてくるのであれば、次はこのトレンドラインぐらいまでの下落をイメージしておくといいと思います。ではドル円です。ドル円はポンド円と違って昨日のローソク足半分上髭なんですよね。ですので今結構高値圏にありまして、過去何度も意識されてきたこのポイントですね、152円付近というところがありますので、ここですよね、この辺り152円付近があるので、今そこまで昨日は近いところまで上昇したんですね。若干到達はしていないんですが、その辺付近で上値を抑えられて、昨日は半分上髭の陽線、そして本日は朝方から強めの下落をしてきております。こちらもポンド円と同じくストキャスティクスは
高値圏にありますので、ここから日足単位の調整の下落、GMMA の青帯付近まで下落してもおかしくない、そういうところにはあるんですが、基本的には円安トレンドになっておりますので、現在のこの下落っていうのは調整の下落、今までのこの強い連続陽線ですよね。この強い上昇に対する一時的な下落と見ておきたいので、再びここから調整を終えればさらに上昇していくというふうに考えておきたいですね。一度152円ぐらいまでタッチしに行くかもしれませんが、昨日の高値が天井になって再び深めの押しをつけに行くということも十分考えられますので、現在は高値圏での乱高下に注意がしたいですね。では4時間足です。昨日お話ししていたのはこの水色のラインぐらいまで押しをつけてほしいですねっていう、そんな内容だったと思います。昨日のこの下落、ちょうどこの水色のラインで下髭の陰線になっているんですね。今日は朝方から下落してきてますので、今のローソク足を見ていると水色のラインを下抜けてきてますが、これ4時間足のローソク足が確定する頃にこのラインの上でローソク足の実態が止められているのか、それとも明確に下抜けているのかっていうところに注目です。もしローソク足の実態がこの水色のラインの上で止められるのであれば、そこから反発上昇しやすくはなってきます。ただ4時間足 GMMA との乖離があるのと、ストキャスティクスも今高値圏からの過熱感解消に動いておりますので、そう考えると GMMA の青帯付近まで下落してもおかしくないと思いますので、150円ぐらいまでの調整下落っていうところは見ておきたいですね。なので現在地付近で下げ止まればここからの反発上昇がイメージできますし、もう一段下落してくれば150円付近までの下落が考えられますので、まずは 150.8 付近で下げ止まるかどうかっていうところに注目です。では1時間足です。こちらはポンド円と違って少し弱い印象ですよね。GMMA の青帯でサポートされて上昇はしてきているんですが、昨日の下落で一度 GMMA で反発してきたんですが、本日さらにその安値を下回ってきております。ですのでこれ小さく下落トレンドを作ってきているんですね。今はちょっと反発しそうにはなってますが、反発上昇したとしても再び上昇してくれば下落しやすい、そういう地合いに買い足で入ってきておりますので、その辺は注意が必要です。ポンド円と違ってちょっとドル円の方が弱く見えますので、ドル円はもしかすると150円付近まで下落してくるかもしれませんね。今のところ1時間足の GMMA でかろうじて下げ止まっている風な感じもしますので、ここからの動きに注目です。もし現在地を下抜けてくれば150円ぐらいまで下げる可能性は高くなります。ただ現在ここで小さくダブルボトムみたいな形にもなってきておりますので、ダブルボトムになってくると再び昨日高値を目指すような動きになってくると思いますので、現在はポンド円もそうですがドル円もかなりの高値圏にあり、結構乱高下しやすいところにあるので、そこはご注意ください。しっかり引きつけてトレードしていく、しっかり下がったところから買っていくとか、しっかりと上がったところから売っていくっていうことをしないと、中途半端なところでトレードするとどちら方向に行くかわからないし、大きく上がるかもしれないし、大きく調整の下落をするかもしれないっていうところですので、その辺はご注意ください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。